今回は熊本県熊本市にやってきました。それでは行ってきます。おはようございます。ジェビです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今回この2間をワンフロア化するっていうことですよね。そうです。はい、ピカピカにしたいですね。ピカピカにします。なんか優しい床にしたいですね。そうですね。触ってて気持ちいいそうみたいな感じで。畳はぐってみますか。はい。よいしょ。よし、もう畳の厚みを測りましょう。55ミリですね。はい。ヘビがいました。よいしょ。よっしゃ。よし。暑い。いいの見つけました。新聞です。昭和53年11月29日の新聞ですね。うち洋室なんで、もうこのままちょうどね、これが30ミリなんで、カフェ板をドンと置いたらいけますね。こっちは55を上げないといけないんで、畳が55ミリが使うんで、25ミリの根段引いて、その上にドンですね。ワンフロア化したいので、この敷居を取っていきます。いい音出しますね。楽しい。よし。さっきいろいろ協議した結果、このカフェ板1枚が2メーターなんで、この根段を400ピッチにしておくと非常にこの余りが出にくくなるので、この左爪で2メーター2メーター2メーターで、歯切れで、こっち側は捨て張りが貼ってある上なんでいくらでも調整できるんで、こっち側は根段張りなんで根段で直接貼っていかないといけないんで、こっちを2000、1200、800ですることによって端材が出にくいと、そういった作戦でやってみたいと思います。これが文明の利器です。そうそうそう。わあ、ビタビタです。今回はこの根段ピッチがセンターで400ミリなので、これをね断熱で364ミリで切ってます。でこの364ミリをなんと5枚切るとちょうどこの1820になる。わお踊ってますね、踊ってますね。お。やば。
ごい。すごい。もうおおーい、気持ちいい、気持ちいい。いやーすごい。メーカーが日東さんですね。アクリル気密防水テープ。これ何がいいかというと、なんか柔らかいんですよ、めちゃくちゃ。で、こう端っこ持っていくときに、なんかすごくこうやりたい形にちゃんと追従してくれる感じ。スッとこう、ああ、やりやすい。確かにようなりますね。結構ね、切りがある。そこ切りますか。多分5ミリぐらい落としたらん随分ならんくなると思うんで。お、これ動いたかな。もう嫌や。よし。どうならんくなった。お、ならんすね。すげえ。を書き写したいんですよね、こっちに。なんでこのまま出っ張りをこっちへ写していくんですけど、でこれがなくなって、あっちしすごい。ちょっとここを嗅ぎすぎたっていう感じですかね。ですかね。これはもうでももう幅切れで乗ってないわ。こういう風に根田がちょっとやっぱ開いてきてるんですよね。で、完全に乗らない状態ができました。もうこういう時はオペですね。ここに入れ込みます。これを
何個カンカンで持ったらここに入れますね。おお、すげえ。バキバキ。いいっすね。いいですね、いいですね、マジで。オッケーオッケー。チェックチェック。クリア。すごい。すごいできた。ほんまに？本当にこれ。ほんまに？よっしゃこの2センチ2センチのとこで打っていきましょうか。はい、そうしましょう。こいつが30ミリなんで開け切ったらダメなんですよ。15ぐらいのイメージで一番下のボードとあるんで、こっち聞きましたね。バッチシ切りましたね。木工用ボンドで綺麗ですね。綺麗ですね。なんならちょっと可愛いぐらいですね。可愛いですね。ゆきさん、これ外装用ですよ。なんぬなんぬ赤ちゃんと一番遠い塗装。これ外装用って書いてますね。これ内装用に変えてもらえますか？変えてもらいましょう。めちゃくちゃぶっといから。振るだけやったら絶対そこに溜まるんですよ。今回色をチークでいきたかったんですけど、近くのホームセンターにどうしてもこれ1個しかなくて、
ウォルナットをちょっと今回混ぜてみます。チーク&ウォルナットでさあいけるのかって感じですねこれ。この縦分けがめちゃくちゃ便利で、手目をそれほど出さず均一に塗れます。こう塗る時のコツなんですけど、こういって一回息継ぎしてこういったらここに線入れますね。しながらこうやってやれば消えるんですよ。書いてわかるかな。よいしょ。オッケー。終了。よし。よっしゃー。いや